区役所で保険ね、保険系だよね。と年金。これね、これやらないとと思ってました。やばい、なんもしないまだ。これみんなやってんのかな。てかサムネ撮ろうじゃん俺らも。これでお願いします。はい。皆さんこんにちは。あ、ちょっと待ってください。皆さんこんにちは。今日はですね、スペシャルゲストの方を呼んでいまして、皆さんちょっと、好きな人もいるかもしれませんけど、好きじゃない方もいるかもしれませんけど、スペシャルゲストを呼んでいますのでご紹介させていただきます。岡本ひろやさんです。何かお願いします。ありがとうございました。これひろやさんの渾身のボケです。ということで今日はインスタで質問をたくさん募集したので、はい。ありがとうございました。僕の方に来た質問を2人で答えていきたいと思います。でですね、今のひろやさんマイクここにあるんだから別にそっちから。あ、そうかな、そうか。ここで喋ってたりとか。はい。でですね、はい。もう一発目から言っていいですか。いいですよ。すごい面白い質問が届いています。一発目から飛ばすね。ひろやさんは、自分のジョークが周りにそんなに受けていないといつ気づかれたんでしょうか。今気づきましたよね。これまだ気づいてないかもしれない。まだ気づいてなかった。気づいてないから今こういうことしたんですね。爆笑大笑いのレッドカーペットかと思ってました。今気づいた。それもまた気づいた。気づいた。よかった。これ結構来てましたよ。もう狩野英孝さんをやっぱり尊敬してるんで。こういうそういうお笑い、そういうお笑いなんだ。伝わってないかも。ラーメンつけ麺僕イケメンやった方がいい？やってくれるんですか？お願いします。ラーメンつけ麺僕イケメン。好きなおにぎりの具は何ですか？好きなおにぎりのこれマイクなの？ねえ、ふざけないで。ちゃんとして。もうずっとふざけて、まだ序盤。好きなおにぎりの具を教えてください。五目チャーハンみたいな好きです。わかる？あるよね。ある。鶏五目みたいな。普通さ、おにぎりの具って言われたらさ、なんか梅とか鮭とかさ、たらことかそっちじゃない。五目チャーハンが。五目チャーハンが好きみたいです。僕はツナマヨ。普通。ツナマヨと梅。つまんな。これふざける質問じゃないんですよ。この後全然あるんで。じゃあ行きますね。他どんどん行きますよ。友達から恋人になれるタイプですか？なれるかなれない、せーので。なれるかもうなれないか。条件なし。いいよ。せーの。なれる。なれる。その心は。なった事例はないんですけど。でもそこで可能性を狭める必要はないなって思っちゃう。何がか分かんないし。苦労はするだろうね。なんかお互いの努力があればなれるんじゃない？だって恥ずかしいじゃん。そう、恥ずかしい。恥ずかしいけど。じゃあ徐々に変わっていくの、恋人に。何かの瞬間で友達が恋人に変わるかもしれないし。その瞬間で。で、例えばさ、でも友達がさ、ずっと長い彼氏がいましたみたいな。で、別れたんだよねみたいな。それ聞くかも。俺友達にいるわ。なるほど。ちょっと関係が変わるというか。で相談してたら、なんかその場でホテル行っちゃいましたみたいな。ノリで。すごいね。友達と？そう。それは結構面白いね。って人がいたよ。俺も全然なれるな。恋人の前でもジョブって変わんなそうだもんね。確かに、なんか友達と恋人がそんなに大きい区別がないというか、もちろん友達の方がふざけるバカできるというか、恋人にしか見せない顔もあるけど、大きい差がない、混ざりつつもあるみたいな。じゃあ恋人と友達の違いは何ですかって答え。俺は一個結構大きいのは、性的に魅力を感じるか感じないか。じゃあ性的に感じてる友達は友達なんだけど、なんか俺のこれどうぞ。ジョブ君。ジョブ定義がありまして、友達。ジャストフレンドとカタカナフレンドっていう言い方をしてまして、友達の中に2つあるんです、パターンが。ジャストフレンドはここの関係。何もないし、恋愛感情がメイビーない場合は言わないタイプ。ジャストフレンド。カタカナフレンドは何かちょっと魅力を感じてるとか、恋人になる可能性を秘めた友達あるよね
をこうジャストフレンドとカタカナフレンドで分けてます。いや、まあ、やっぱさジャストフレンドの方がさなんかこうまあ何でもできる親密になれたりするよね。ちょっそうと緊張しちゃったりするね。そうそうそう、緊張してるし、何か自分なんかちょっといるなんかごまかそうとしてたりとか。わかるわかる。でその先がまあ友達、恋人になってる感じ。面白い。っていう。さすが。だからわかりやすい。俺はだから毎回聞くの。その友達なんだよねって紹介された時に頭の中でこれどっちの友達だってまず思うわけで、裏で友達本当にただの友達みたいな、ジャストフレンド、ジャストフレンド、カタカナフレンドどっちだ、カタカナフレンドだよねみたいな、一旦俺はそこをちょっとまあ把握させてもらえれば確かにサポートに徹しますって感じ。サポートとかできる？得意。本当かよ。これまで、まあ、男女なんですけど、男女のカップルを3組かな成立させております。友達同士を紹介させたりとか。まあでも私直接は言わない。ちょっと聞いてますけど、あんたの友達界隈とかでさちょっとかっこいい人が入ってきたらさ、あんたが真っ先に取りに行くじゃん。待って誰から聞いてるの誰から何聞いてるのそれ。だって最近私ジョブ界隈とも仲良くなってる。やばい。取りに行ってるって何？取りに行かないよ。どういうこと？言ってるっけ？まあいいですわ。いいです。そういうことにしておきましょうか。まあまたちょっとおいおい。この話はまたちょっと8時間話すことになるので、やめましょう。別の次の話題に行きます。お互いの好きなところと嫌いなところを教えてください。好きなところはすぐあるよ。マジで嘘つかないところ。聞きました？公明正大というのがもう上部って感じ。嬉しい。だからなんか俺も心開いてる感がある、やっぱ上部には。なんか言い過ぎ、裏表ない。なんか嘘ついてないなっていう信頼感があるし、そんなことまで俺に言わなくていいよってことまで言ってくれるじゃん。そうな、まあそれはちょっとね反省はするけど、何でも言っちゃうし、嘘は確かにつかないかも。だから俺もなんかこの間もさ仕事でさ相談する時こうでみたいなを相談できたりもするし。なるほど。ありがとうございます。嫌いなところはちょっとモラルがないところ。モラル？逆にね、今はちょっとつながりですよ。だから踏み込みすぎてるなっていうところはあるかもしれないね。もうちょっとなんか大人としてさ。大人なんですか？私は大人じゃん。へえ。あんたに比べたらね、まだまだ子供よ。まだまだ子供よ。まだまだ子供よ。まあなるほどね。まあ確かにそこはね27年間結構注意されてきました。そうですよね。そのプライベートゾーンみたいなものにガツガツ入ってくる感は多分苦手な人は苦手なんだろうなと思いますね。でも苦手な人だなと思ったらちょっとね、なんだろう、まあ土足というよりかはなんか下駄ぐらい。嫌かも。下駄の方が嫌かも。まあ広いだったらもうバババって土足で行ってる。ちょっと苦手かもなと思ったら、なんか汚れたスリッパぐらいでいくか。綺麗なのでいけ。はい。じゃあ僕の好きなところですか。お願いします。言っていいですか。言ってくれないじゃんいつも。言ってるの？伝えてる？伝えてない好きなところ。言ってじゃん。ちゃんと言って。好きなところはみんなが思ってる以上にオープンマインドなところ。多分ヒロヤはわかんない。どういう人が多いか知らないけど。ヒロヤは世間にどう思われてるか、世間的に結構難しいとか、頭が硬そうとか思われてる気がするのね、若干。まあ真面目だし。だけど俺オープンマインドだけど、多分俺以上ぐらい、俺同じかそれ以上ぐらいにオープンマインド。何でも OK な人。それはそうかもね。それ多分みんな知らないと思う。嬉しい。から意外と何でもいいよっていう系とか NG なしだから土足で踏み込んでるってこと。そうだね。意外とキャパがめっちゃ広い。絶対怒んないしね。怒んないし、なんか多分何を言ってもヒロヤはいきなりグッってならないというか、いやってならないしって感じ。それは分かんないけどっていうのがオープンマインド。そうだね、そこが一番好きなところ。信頼してくれてる。オープンになれるしこっちもっていうのが1個でいいよ。嫌いなところは、嫌いなところ待ってなんだろう。ないよね。いいんだよなくて。待ってめっちゃ探したい。何だよ、なくていいじゃん。ない？じゃあ1個だけヒロヤにじゃあお願いしたいこと。それは嬉しい。何？直すよ。なんか服に色入れたら。
なんかまたピロンって言ったけどね、ずっとさピロンピロンなってるけど服に色入れたらピロンって服に色入れたらそれねいつもさなんかこのトーンじゃん基本、感触だけ。ほらここにピンクが入るだけでもう全然華やかさが違うんです。差し色。確かにはい、それはじゃあそれお願いしますねアドバイスして今後。いただきます、では次、嫉妬の鬼なのですがお二人は嫉妬しますか？しなくなりました。あ、しなくなった。じゃあしてたんだ、元。してた。なんかライバル視してた。自分に自信がなくて自分もまだまだ頑張りたいみたいな時に、なるほど、友達が成功してたりとかしたらうわーみたいな、先越されたなみたいな。そういう嫉妬ね、恋愛とかじゃなくて。あ、ごめん、そっちを思い浮かべてた。でもどっちでもいいんじゃない？思ってた時期は大学生の時とかあったんだけど、今全くなくて、やっぱ自信出てきた。なんか自分というものがね確立できてきてるし、ふとなんか余裕出てきたなって思ったりする。なるほど。じゃあ変わったんだ。変わった。嫉妬ね、あんまりしない。ゼロじゃない、けど確かに俺も基本はしないかも。なんかあんまり自分が楽しければそれでいいから自分がうまくいかない時とかはなかったの？自分がうまくいかなくても、うまくいかなかった時はないかも。でもうまくいってない時もあんま自分しか見てない。結構いい意味でも悪い意味でも周りとあんま比較してない。やっぱうまくいってないなってなって、落ち込んでるだけ。嫉妬とかなんかあんまないかもね。周り見て比較して落ち込むっていうよりかは自分の結果が思うものじゃなくて落ち込んでるみたいな。健全。で恋愛もそうだね。そう好きな人がなんか誰かといて自分といないから寂しいなはある、けどあっちに嫉妬するとかない。なるほどです。なんでなんだろう。すっごい自分中心だよね。いいことだよ。そうだね。あんまりそれができる人って日本人がって言っていいのかわかんないけどいないからね、あんまり。比べちゃう人が確か多いのか。じゃあ次ははい、率直に好きなタイプ知りたいです。意外と言ってないのかな、俺。かもしれない。言ってないかも。俺もあんま言ってないし聞いたことないかも。ちゃんと確かに。なんかあれない3要素みたいな。あるよ、トップの。俺は一つ目はひげ似合う顔が好き。俺ジョーブかっこいいと思いますよ。もうだってなぜならひろやさんは僕に手紙を入れて僕のことをちょっと性的に見てたからです。性的にまでは言いたいってずっと言われるんですけどずっと言ってくるんですけど、最初ひろやは俺のことを性的に初め絶対ひろやは僕を見る目がもうなんかちょっとなんか下からこうやって見てたからお前っているって絶対もうジョーブはマジかっこいいと思います、普通に。じゃあタイプの見た目に入るんだ。入る。嬉しい。でも性格が本当に終わってるので付き合えないです。勘違いするじゃん。終わってるって何？友達枠ってことですよね。マジでこういうやり取りが楽しすぎて恋愛ではないんですけど、ジョーブ君はひげの一つが好き。でもごめん、ジョーブの手前申し訳ないけど背高い人とかも好き。なるほどね。別にいいよ。本当にごめん。全然いいよ。全然いいよ。全然いいのよ。ショックだとやめて。でもう一つはプライドが高くない人。プライド高い人がちょっと苦手なので。そうなんだ。それ優しさとかにつながってくると思うんですけど、なんか許容できる。確かに高すぎてもなんか俺の方がみたいな感じの。あんまりライバル視したくない。したくない。なるほど。それがもうトップの3つ。他もあると思うけど今思いついたのそれだ。何？俺は見た目の話からいくと、これは自分より大きい人、身長が高い、身長高いか、なんかでも言い直すわ。自分が喧嘩で負けそうな人。確かに俺勝てそうだもんね。そうだから無理だね。とかだから自分より身長高くてもなんか負け俺が勝てそうだったら強そうな人好きなんだ。ちょっとあまりタイプにはない。面白い。喧嘩まずしねえし。身長そうしないんだけどしないんだけどイメージでなんか身長って言ったらさ、なんかそういうめっちゃ細い人じゃ大丈夫みたいになるから、それはタイプじゃないかってなった時に面白い。止めれます？ごめんなさい。で喧嘩が喧嘩が強そうというか自分よりも強そうね。わかるが1個目。それは面白いな。俺もでもそれはそういう表現もできるかも。
かな。で2個目はセンスがいい人。はい。まあ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 、まあ、いいでしょう。やった。一個こう。そう。なんか服とかインテリアとか、自分の、まあ、センスがいいというか自分のこだわりがあって、ちゃんとそれをなんかこう表現してる人。いいねいいねいいね。やっぱりこだわりもない人もいるじゃん。まあ、それはそれでいいんだけど、俺はどっちかというとなんかどういうのが好きなんだろうとかそこに出るじゃん。やっぱ結構。SNS の使い方とかも含めたセンスがいい人。それがまああわよくば自分の好きなセンスと近かったらなお良いみたいな。でひろやとかも自分の好きがあるじゃん。あるある。もう家に来ただけで分かる。これはすごいいいなと思う。嬉しい。で3つ目はもうユーモア。ユーモアね。ユーモアがある人。じゃあ俺じゃあ3分の2ないですユーモア。次に行ってください。じゃあ待って迷ってる。いいよ。その間に北海道行ってきたんですけど、北海道の私のおすすめのお土産2選です。勝手に始め。クラ生とじゃがポックル。ぜひ皆さん食べてみてください。じゃがポックル有名だけどね、クラ生知らない人多いと思うから、これで柔らかいクッキーなんですよ。ぜひ。できた？はい、ありがとうございます。ですね。はい。キュンとするシチュエーション。最近キュンキュンしてねえな。本当にしてないけど、パッと思いついたのは、映画館に行くのも好きなんだけど、やっぱ家で映画見る時間がめっちゃ好きなの。だからデートも結構理想のデートはもう家で2人でポップコーンちょっとなんかチンするやつみたいなのでパンパンパンって作ってここに置いてこうやって2人で見る。でなんかちょっとこう見てる時にこう距離がこう近づくじゃん、こうなったりみたいなのはやっぱキュンする。ああ、それはさ、お互いにこう少しずつみたいな、その向こうからとかじゃなくて、いや向こうからでもいいけど、自分もやっぱ行きたいじゃん。だから時にそのなんかせめぎ合いあるやん。ある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 。言葉を交わさないなんかゲームみたいなの始まってんじゃん。どっちが行くんだいみたいな。やばい、どっちが先にここに手を出すんだみたいな。あるあるある。でも俺年下だからそっちが先に出すのがセオリーだよなみたいな。なんかそのなんかそのなんていうせめぎ合いがキュンとするというか、まあ確かに好きかな。エッチだね。エッチ。エッチ。それで言うと。俺はなんか相互という向こうがどうかの話なんだけど、結構なんだ自信がある人好きじゃないのね、あんまり。あ、そうなんだ。そうなんか自信なさげで頑張ってこう、緊張しながらこう可愛いみたいな、可愛いって思う。結構好き。なるほど。なんか頑張ってくれてる、頑張れ頑張れってなるんだのが結構好きか。それ年上、どっちでも年上のでちゃんとしなきゃって頑張ってるみたいな不器用さとかは特に好きかも。なるほどね。面白い。俺結構どっちかというと逆かも。オラオラって人。オラ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 は微妙だけど。ついてこいよ。でもまあなんかちょっと自信ある人がいいから。自信ある人って何？自信。芯ない人。俺つまんなくなってきてる。これ冷たくて。芯ない人で好きじゃない。芯ない人は嫌だよ。芯はあってほしいんだけど、自信もあってほしい。じゃあ2個。はい。ラス2。モチベーションどうやって上げてますか？気分が落ち込んだ時に。やっぱ真面目な高学歴得しちゃう？お願いします。僕はアイドルの歌を聴きます。落ち込んでる時は爆音でだからはしゃぐとか楽しくなることをする。なるほど。ひろさん。僕のモチベーションは本当になんか銀行口座見ること。でもそうだよね。わかりやすい。なんかNISAとか見るの好き。なるほどね。とかたまになんか開いちゃう。それもありかも。確かに。それ見たら俺ももうちょい頑張ろうかなってなれるかも。そう。では寂しいですが最後の質問になります。やだ。本当に嫌だと思ってる。またやりましょうね。コラボ企画。はい。ですごくシリアスな質問になってしまうんですが、最後行かせていただきます。いけますよ。はい。大丈夫？はい。今日の上部の匂いはどうですか？上部かも。いい？香水つけてる？つけた気がする。香水の匂いはしないな。やっぱ汗臭い。でもこれ2日目なのこの服。2日目で来たの？先に言ってくんない？
もうなんか急いでて、もうだって遅刻したらヒロヤが怒るかなと思って、前も遅刻したしと思って、もうなんかブワーって来てきたから、やばいの2日目です。ちなみに遅刻してっけどな、お前な。それでも 10分はまあまあギリセーフかな。臭くはないです。全然よかった。ヒロヤさんめっちゃ普通。優しい柔軟剤の匂いがします。自然派な。はい、もうヒロヤって感じの匂いがします。勝負のなんだろう、でも生物の匂いがします結構。嫌かも。生物の匂い、これ好きな人いると思うよ。じゃあ、ぜひ会った人は嗅ぎに来てください。というので、いいですよ。全然嗅いでください。場所は僕が指定させていただきます。ここに書いてる住所で。はい、嗅ぎに来てください。ということで、本日はヒロヤさんありがとうございました。お邪魔しました。楽しかったです。ではまたヒロヤさんコラボしてくれヒロヤさんコラボしてくれるかな。いいよ。バイバイ。